世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回はクアラルンプールにあるプラセーヌ・バイ・ウルムに行ってきます。バリ島のングラライ空港からスタートです。今回バリ島に来た一番の目的はコーヒー農園。バリ島のコーヒー農園ツアーに参加してきました。コーヒー農園の様子が見たい方、ぜひコメントください。今回もエアアジアでクアラルンプールまで向かいます。出国手続きを終え、搭乗ゲートまでやってきました。チケット代は日本円で8870円でした。座席はこんな感じでした。前回と同様にモニターはついていませんでしたが、背もたれのクッション性は今回の方がいいですね。足元はちょっと狭いかなっていう感じです。飛行機で約4時間、クアラルンプール国際空港に到着です。空港近くのホテルを予約しましたが、クアラルンプール国際空港はとっても広いので、空港からホテルまで無料シャトルバスが出ていました。おはようございます。ホテル併設のカフェで朝食をいただきます。泊まってる人が少ないのか、僕たちが少し遅かったのか、貸し切り状態でした。このホテルはアゴダで予約しました。1泊2名で4900円、朝食は別で1人700円でした。朝食はビュッフェスタイルでミーゴレンだったりおかゆさんもありました。今回もクラブを使ってクアラルンプール市内へ向かいたいと思います。日本円で約2500円ぐらいで行けそうです。マレーシアの通貨はマレーシアリンギット。1マレーシアリンギットは日本円で約33円でした。クアラルンプールの天候はあんまり良くない予報で、気温は33度、湿度も高めでムシッとくる感じです。空港近くのホテルから市内までは約65キロ。だいたい1時間ぐらいのドライブでしたが、今回のグラブのドライバーさん、岡山で働いていたことがあったらしく、日本語も話せてとてもありがたかったです。クアラルンプール市内のホテルでドライバーさんとお別れし、ここから歩いて美術館に向かいたいと思います。ホテル近くにめっちゃ高いビルがありました。調べてみたら、ドバイにあるブルジュ・ハリファに次いで世界で第2位の高いビルらしいです。クアラルンプール市内はカラフルな建物やストリートアートがたくさんあって、歩いているといろんな景色を見ることができます。この辺りは中華街だそうですが、働いている人が多国籍なので、地元の人は中国人がいない中華街と呼んでいるらしいです。街中を歩いていると突然美術館が見えてきました。着きました。ここが今回の目的地、プラセイヌ・バイ・ウルムに到着です。通称ウルムと呼ばれるアーバンミュージアムは、クアラルンプールの中心部に3つの支店があります。早速入場していきます。チケットは日本円で約670円でした。チケットを購入すると腕にバンドを巻かれます。本日中なら再入場可能みたいです。アーバンミュージアムのスタンプラリーもやってるよということなので、せっかくなら集めてみることに。3つあるんやな。エレベーター前に少しだけですが、アーバンミュージアムのオフィシャルグッズが置いてありました。かなり小規模なショップです。早速4階のギャラリーから見ていこうと思います。この4階の展示、レコグニションでは、歴史の陰に隠れ、注目されることのない人々に目を向けることをテーマにしています。例えば、この HIV 陽性の男性を描いた絵では、彼の苦しみがリアルに表現されていて、かつ彼は鑑賞者と目を合わせない。私たちは彼の姿を見てもその内面を理解することはできません。戦争や政治の裏で生死の現実に直面しているのはこうした名もなき人々です。私たちは世界の見えない苦しみにもっと目を向けるべきなのかもしれません。次に3階の作品を見ていきます。ここの階は神話がテーマの展示です。マレーシアにはマレー人はこの地球から消えることはないという有名な言葉があります。しかしこの言葉は歴史上の人物の名言ではなく、1950年に出展された小説の物語から来ているそうです。こうした神話や歴史を守ろうと正しい歴史を決めようとする動きがあるそうですが、そうした動きが逆に議論を生んで新しい視点を生み出しています。ここに展示しているアーティストも
物語と同じく考古学者のような視点を持ちつつ、何よりも語り手として作品を作り、歴史と物語の関係について考えさせる内容になっています。2階の展示に来ました。この展示はトゥンジュクペラサーンというタイトルで、直訳すると自分の感情を示すという意味で、実際にはデモや抗議活動を指します。1990年代のアートシーンは怒りや反抗心を持った若い男性たちによって支配されていました。その中でも特に影響力を持ったのがマタハティというアーティスト集団です。彼らはアートを通じてトゥンジュクペラサーンを体現し、当時の政治を批判していました。その表現手法は直感的で鋭く、時に衝撃的なものでした。この展示ではマタハティとその同時代のアーティストの作品を展示しています。作品を見終えたのでカフェに行きたいと思います。カフェの近くで降ろしてもらい、歩いて向かっています。着きました。フィーカコーヒーロースターズです。テラス席もあってとってもいい雰囲気ですが、外は暑すぎるので中でコーヒーをいただきます。メニューはこんな感じです。エスプレッソベースのドリンクがたくさんありますが、今回はプアオーバーにしました。豆も3種類から選ぶことができました。細かい情報まで書かれているのでどれにしようか迷いましたが、今回は先日までいたインドネシアのコーヒーにしました。フィルターコーヒーは日本円で540円でした。すごくフルーティーな香りがします。小腹が空いたのでバナナボールスムージーも頼みました。日本円で約840円。ちょっとお高い気もするけど、これが本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の美術館は、住宅街に突如現れたアーバンミュージアム2号館、ウルムブキビンタンに行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。